皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本国内における人口減少問題について少し取り上げていきます。私のチャンネルでは主に国際情勢の話というものが大部分を占めていて、日本国内における話題というのはあまり取り上げてはきませんでした。新型コロナウイルスの問題やもしくは国防問題などある程度限定した状態で、日本のニュースについてはあまり触れていなかったのが現状です。しかし、私が日本国内の政治について無関心であるかといえばそういったわけではありません。日中関係の話をしつつも、その中において、じゃあ日本ではどんな政策が必要なのかなということについて私の考えを述べていたりします。しかし同時に、国際情勢の話をしながら日本国内の話をするのでは、全体の問題について全て網羅することはできません。日本の中における問題について言及しようと思えば、日本国内のニュースというものを主な主題として話す以外にはないでしょう。このチャンネルにおけるチャンネル登録者数が10万人を突破したということもあり、少なくともこのチャンネルでは国際情勢の話というものがメインであることには変わりはありません。ですから、日本国内の話というものを私が手掛けていくにあたって動画を投稿していく先というのは、サブチャンネルの方になっていきます。さて、それでは今回の動画の本質に戻っていきましょう。日本の大きな問題といえば、少子高齢化問題といったものが挙げられます。この少子高齢化というのは一つの単語としてセットになっているわけですが、実際には少子化問題と高齢化問題、この2つというものはそれぞれが巨大であり、決して一つで語り尽くせるものではありません。今回は人口減少問題について焦点を当てていきましょう。そしてこの人口減少問題というものは経済的にも大きなマイナス面があり、そのために海外の投資家からも日本の未来に垂れ込める暗雲として認識されています。今回はジム・ロジャース氏のインタビュー記事などを見ながら人口減少問題について解説をしていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。人口減最大50万人、11年連続減。外国人最多286万人。総務省は5日、住民基本台帳に基づく人口動態調査を発表した。1月1日時点の日本人は1億2427万1318人と前年から50万5046人減った。減少幅は1968年の調査開始以来最大で11年連続で減った。外国人は 7.5% 増えて過去最多の286万6715人となった。15歳から64歳の生産年齢人口は日本人全体の 59.3% と3年連続で6割を切って過去最低を更新した。今後も経済成長を続けるには定年延長など高齢者が働き続けることができる環境を官民で整備していく必要がある。死亡数と出生数の差の自然減は51万1998人で減少幅は過去最大になった。外国人全体に占める生産年齢人口は 85.3% だった。外国人は留学生や技能実習生など20歳代が多く、若年労働者の重要な担い手になっている。都道府県別に人口の変化を見ると、日本人が前年に比べて増えたのは、東京、神奈川、沖縄の3都県しかない。東京都は 0.5% 増の1325万7596人だった。外国人は島根県を除く46都道府県で増えた。最も外国人が多いのは、東京の57万7329人で、都の総人口の 4% 程度を占めている。増加数のトップ3は東京都、愛知県、大阪府で都市部に集中する。外国人住民の世帯数は 10.5% 増の169万993世帯だった。日本が人口減少時代に入っていることについては海外からも問題点を指摘されるようになっています。ジム・ロジャーズ、外国人を入れるくらいなら日本消滅の方がマシと考える日本人。有効度アジア最下位。世界的投資家ジム・ロジャース氏、ジョージ・ソロス氏、ウォーレン・バフェット氏と並んで世界三大投資家の一人として知られる投資の神様だ。ジョージ・ソロス氏とはクォンタムファンドを共同設立、10年で 4200% という驚異的なリターンを叩き出したレジェンドでもある。日本人の外国人嫌い。ロジャース氏がかねて口を酸っぱくして訴えてきたのは日本の人口減少問題。日本は子供を増やさない限り今後生活水準が落ちていくのは必至と明言している。人口減少を食い止めるには積極的に移民を受け入れることが重要だが、日本の閉鎖性や
日本人の外国人嫌いな傾向が足かせになるという。日本は閉鎖的な国で、日本人は外国人が嫌いだ。特に韓国人や中国人を嫌っている。韓国人は祖父母や親や自分自身が日本名に改名しても、また日本に何十年住んでいても、日本社会から受け入れられない状況がある。移民受け入れより日本消滅を望む。日本人の外国人嫌いを明言するロジャーズ氏だけに、安倍首相が5年間で最大約35万人の外国人労働者を受け入れると言ったときは驚いた。しかし、その数では不十分だという。外国人受け入れは素晴らしいことだが、人口減少が起きている現状を考えると、年約7万人の外国人を受け入れたところで、日本は救われない。受け入れないよりはマシだが、そんな数では意味がない。そして、日本人の考え方を指摘しつつ、こう警告する。日本人に外国人を受け入れるか、それとも外国人を受け入れるくらいなら、日本が消滅した方がマシかと聞いたら、彼らは日本が消滅した方がマシと答えるだろう。韓国人や中国人、フィリピン人で日本がいっぱいになるよりは、日本が消滅した方がマシと考えている日本人が多いのではないか。それが日本人の考え方のように思う。しかし30年後、50年後、70年後、子供も増やさず、外国人も受け入れなかったら日本は消滅する。日本のこれからの生き方を決めるのは日本だ。日本人は私のような外国人の言うことなどに耳を貸したくないだろうが、現実を直視してチェンジしてほしい。調査結果が示す日本の閉鎖性。日本に変わってほしいと願うロジャース氏だが、なかなか変わるのは難しいようだ。ある調査結果がそれを示唆している。総合人材サービス会社ランスタットが世界34カ国や地域で行った2019年第3四半期のワークモニター調査における外国人労働者の受け入れに関する労働意識調査では、様々なバックグラウンドを持つ同僚と働きたいという項目に同意した日本人労働者は、グローバル平均の 79.4% のわずか半数である 44% で、調査対象国中最下位だった。ちなみに、2016年第1四半期のワークモニター調査でも、日本は同様の項目では 40.7% が同意したにとどまり、最下位だった。同社は日本では2018年に外国人労働者数が約146万人で過去最高を更新したが、多文化、外国人に対して閉鎖的な職場の雰囲気は3年前からほとんど変化がないことが明らかになったと分析している。外国人を恐れるな。ロジャーズ氏は外国人が大好きだ。それが同氏が世界一周を2度もした理由でもある。自分の子供たちも外国人や他国を恐れることなく世界を回って世界を知ってほしいと願う。そんなロジャース氏から日本の人々に伝えたい一言。外国人を恐れないでほしい。今回私のチャンネルでは初登場の世界三大投資家の一人ジム・ロジャーズ。彼は投資の実績があるので発言についても注目されることが多いわけですが、彼の発言についてその全てを受け入れるということはほとんどする必要はありません。なぜならば彼は投資家としての発言をしているというふうに受け止めざるを得ない発言というものがこれまでもたびたびあったからです。今回の発言にしても、日本には少子高齢化の問題、そして人口減少の問題があり、彼にしてみれば日本は長期投資には向かない国であるという、そういった認識を持つのはこのこと自体は別におかしな話ではありません。それは人口減少が続けば、だんだんと経済が萎縮していく可能性が強いというのは、確かに方向性としては私も賛同せざるを得ない話だからです。しかし同時にその人口減少が続いているから、さあ外国人の移民を入れましょう、外国人の労働者をもっと積極的に受け入れましょうという結論については私は反対します。反対の理由は非常に簡単で、日本の場合はこの外国人の受け入れ体制というものが明らかにこれまで非常にずさんであり、戦略性が全くない状態であり、このような状態でさあ幅を広げようとなった時にもっとひどい末路が待っているのは間違いないからです。例えば、なぜこのように日本人の中で排他的な気持ちが高まっているかといえば、それは韓国人やもしくは中国人の人たちがやってきて、彼らが一体日本で何をしているかということです。彼らが受け入れることによって、日本国内においては明らかにマイナスの作用というものが大きく働いています。日本文化を決して尊重しないような人たちが非常にたくさんいるので、例えば新聞やテレビ局、多くの人々の目に留まるそういった産業において反日的な活動が繰り返されている。その活動の源泉になっているのが、こうした他の国からやってきた人たち、そのルーツを持つ人たちが縁故採用を進めて、
その会社の内部、そしてその取り巻きの仕事についても似たような同族グループなどで分け合うようなことになって、反日的な風潮というものを自然と醸成するようなことになっている。そのような話というものが広く知られるようになると、この人たちというのは日本にやってきているんだけど、決して日本というものを尊重せず、そして日本国内において自分たちの利益を拡大するために活動しているんだなということが広く嫌悪感を持たれているのです。そしてそのようなことを許してしまっている、残念ながらこれまでの日本政府の受け入れ体制というものが多くの国民にとって不信感を持たれ、そのことによって外国人に対する全般的な受け入れ拒否という文化を作り出しているのだと私は思います。ですからこれまでの実績として移民や海外からの労働者受け入れを一気に広げることに対しては反対せざるを得ないというのは自然な回答でしょう。では人口減少問題については手つかずのままでいいかといえば当然そのようなことはありません。この人口減少問題に取り組むというのは実は非常に重要な問題で、人間の数が減っていくということは関連する産業というものがどうしても減っていくことになりますから、経済全体も大きく衰退の一途をたどることになります。そうなれば日本経済そのものが衰退していくのですから、それに伴ってこれまで社会を支えてきたインフラの維持費というものもだんだんと賄えなくなるようになるのですから、生活水準が下がる、公共サービスの質が下がるといったそういった負の面がどんどんと拡大していくことになりますから、今の時代よりも先々に生まれてきた人の方がより大きな困難に直面する、そんなことになればこれが素晴らしい社会だとは言えないでしょう。そういった意味でもこの人口減少問題に取り組むというのは実は政治的においても非常に重要な問題であり、そのために行わなければならないのが決して海外から人を入れるではなく、日本人自身が住みやすく、そして子供を育てやすい世界にへと変貌させることです。いわゆる子育て政策なわけですが、この子育て政策というのは選挙のたびに私たちは何々をしますといった形で選挙の公約としては掲げられていますが、決して一番重要な話として語られることはほとんどないです。しかし子育て政策をしっかりとするその内訳を考えれば、実はその他の経済政策についても非常に大きな影響を及ぼすことがあります。なぜならば子育て政策をいかにして充実させるかということは、現実問題としてはその政策にどれだけのお金を注ぎ込むかという話であり、お金を注ぎ込むことによって産業振興が図られ、その関連の多くの人々が潤うことになるからです。なんだ一部の人たちに対する利権ではないかというふうに考えることもおられるでしょう。しかしそのような形でしっかりとお金をかけるということが結局は教育の充実になり、それによって子供を多く持つことが不幸につながるというような認識そのものも大きく変えることができます。子供の数が増えれば増えるほど経済的な支出も多くなるのですから、そのことに耐えきれないという思いを持てば当然のように子供の数はある程度少なくしようと考える人々が多くなるのは当然だからです。しかしそのような考えそのものについてある程度ひっくり返す必要があるでしょう。そのために考えられるのはお金を大量につぎ込む。一体それはどのような形かといえば、例えば教育に関するお金というものは全てどんどんと無料化していくというのは一つの方策でしょう。小学校、中学校、そういった義務教育の段階であっても、例えば教材についてお金を徴収しますよ、もしくは制服がある学校であれば制服代は皆さん支払ってくださいねといったそういった根本から覆し、関連の用具などについてはもう配給しますよ、給食費なども徴収しません。もう義務教育なんだから国がお金を持ちます。修学旅行のお金ですか、修学旅行のお金を別に集めることなんかしません。もうどこかに行くんだったらそのお金というものも国が持ちましょうといった具合にして、ありとあらゆる面で教育にかかるお金というものを徴収せず税金で賄う。それに加えて子供がいるということは衣食住にどうしてもお金がかかるわけですから、その分については定期的なベーシックインカムというような考えも採用して、お金を成人するまでは払い続けましょうといった、そのような国家としての支援というものを永続的に行う必要があるでしょう。このような話をすると、なんだ凄まじいお金がかかりそうだなと思われる方もいるでしょう。全くその通りです。しかしそのようなお金をかけない限りはこの人口減少問題についてはおそらく解決は不可能だと思います。ではそのようなお金を一体どのようにして調達するかといえば、それは50年国債のような非常に長期の国債を発行し、それによってなんだ借金をどんどん増やす話なのか、そんなのは考慮に値しないと思われる方もいるでしょう。しかし
少子化問題を解決するために大きなお金を永続的につぎ込んでいくというこの考え方は、決して消費もしくは浪費ではなく、未来に対する投資です。その投資というものは、彼らが大人になって納税することによって回収できるというこの考え方は、国家だからこそできることであり、だからこそしっかりとお金をかけて解決していくべき問題です。また、もう一つ問題解決のための方策を実行しなければなりません。それは、現在の日本の産業においては多くの無駄や、もしくは非効率的なところがあります。これをどんどんと機械化を進めていかなければなりません。例えば、テクノロジーの導入によって人が関わる面が少なくなる。そういったことについては積極的に導入を推進していくべきです。例えば私たちは海外では無人店舗がもうできていますよという話を聞いたりします。それらのお店というのは、例えば最新のテクノロジーを導入して人間の接客を減らし、人間が関わっているのは品物の入れ替えであったり、もしくは店舗の裏側で何か商品を管理する、そういったところに人間がいるだけというような形です。これは非常に分かりやすい話ではありますが、テクノロジーを導入することによって人間が必要ないというのであれば、そういった技術については積極的に導入すべきでしょう。あくまでも一例ではありますが、人口減少を見越してそれに対応するためにもっと効率を上げるような機械化を進めていく、最新テクノロジーをどんどんと導入していく、それに対する政府が補助金を出すといったことも私は必要だと考えています。そしてそのような産業というものが育成されれば、当然のように日本国内だけにとどまらず世界へとそのサービスを展開していくといった形で、日本のサービスが海外へと輸出されることもあるでしょう。人口が減少するということそのものは経済の萎縮を招くわけですが、それを上回る形で経済を発展するためには、いかにして人が少なくても業務を回せるようにするか、そして業務をするんであればより効率よく行うということにしっかりと取り組む必要があります。そのためにはそれぞれの企業で立ち向かうのではなく、どうしても政府の支援というものもどんどんと入れるべきだと私は考えています。どれもお金のかかる話ではありますが、同時にお金がかかったとしてもそれをやらなければ日本の未来というものは非常に危険であるということを私は考えています。皆さんは人口減少時代を迎えた日本、この日本の問題をどのように解決すればいいと思うでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。こうした日本国内における問題の話というのはサブチャンネルをメインにして投稿していこうと思います。国際情勢の話ばかりではなく、そういった話もちょっと聞きたいなと思った方はぜひともサブチャンネルの登録などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。